はい、皆さんおはこんばんにちは、佐藤健です。今年もよろしくお願いいたします。今回は FF7 のクラウドを作っていきます。こちらのブロンドのオールバックのウィッグを2つ使って1つの髪型を作っていきます。片方のウィッグは完全に素材として分解して使います。まず生え際を切り取って、毛束もすべて使いますので、1列ずつ分け取って使えるようにしておきます。クラウドの髪型的にこのウィッグだと後頭部が透けてしまうので、それを透けないように先ほど切った毛束を上下逆にして毛が上に向く状態でグルーガンでくっつけていきます。本体になる方のウィッグの毛と毛の隙間ですね、そこを埋めるように上向きでつけていきます。もともと生えてる毛は根元をしっかり上に向けた状態でアイロンで毛の流れを作っておきます。この毛束をくっつけて毛の流れを上に向けるというのを繰り返して襟足の生え際ギリギリまで作っていきます。これで襟足まで上に上げた状態になってます。で、襟足の生え際に本来前髪の生え際だったこのパーツをくっつけて襟足の生え方が自然に見えるように作っていきます。少しだけこのパーツの毛を切ってのりしろを作った状態でウィッグの裏側にグルーガンでくっつけてあります。今つけたこの部分の毛の流れもアイロンで熱を当てて変えておきます。もともと生え際のパーツにこの薄い、なんて言ったらいいんでしょうね。縫い付けてある透明な布みたいなのがありますので、それを切って、で、ついでに生え際の形も整えておきます。こんな感じで襟足の生え際が自然になったかなと思います。パーツはすべて付け終わりましたので、ここからカットをしていきます。はじめに襟足からカットしていきます。長さがだいぶ長いので一回ざっくり切って、だいたい45度ぐらいに持って斜めに段を入れていきます。次、2段目は今切った角度よりも少し持ち上げて、ただ切る角度は一緒で斜めに段を入れていきます。後ろは毛量を足したのでだいぶボリュームがすごいことになってます。こんな感じですね。で、今触ってるところが一番長くなっていれば OK です。トップの髪の長さを決めていきます。トップは結構短いですね。このぐらい。トップの長さが決まったら、さっきあった後頭部の一番長いところですね。そこにつながるように角度を調節して段を入れていきます。まあ、こんな段の入れ方することは日常はないですね。横の髪はまっすぐ床と平行に持って段を入れておきます。で、さっきの真後ろに残してた一番長い部分と今切った横の髪をまっすぐ持ってつないでいきます。上から見た時にちょっとひし形っぽくなるような感じですね。反対のサイドも同じように切って、先ほどと一緒ですね。真後ろと横の毛をまっすぐつないでおきます。後ろが切り終わって上から見るとこんな形になってます。前髪だけ別で切るので一度止めておいて、前髪に向かって急激に長くなる髪型なので、ものすごい後ろに倒した状態でさっき切ったトップの髪とつないでいきます。今切っているトップの髪とサイドの髪をそのままつないで段を入れてカットしていきます。実はクラウドの髪型は右のサイドですね。今切ってるこっち側の方がほんの少し長い方がクラウドっぽくなるかなと思います。前髪をカットしていきます。この指1本か2本分ぐらいの幅だけ短くて、だいたい降りてきて目にかかるぐらいまでありますね。真ん中以外は横に向かってかなり急激に長くなりますので、顔の反対側まで引いて斜めにカットしておきます。前髪とトップはチェックでつないでおきます。
ここからすきばさみで髪の量を取っていきます。根元はせっかく髪の量を足しているので、根元は絶対にハサミを入れないで、毛先が馴染むように、特に後ろはかなりすいて大丈夫だと思います。全体を軽くしておきます。毛量を減らし終わったら、毛先結構ツンツンした髪型になりますので、しっかりめにチョップカットを入れて、毛先が細くなるように切っておきます。何もしなくてもこれぐらい髪のボリュームがあればスタイリングするのは楽かなと思います。全体の毛先をなじませたら、これでカットはひとまず終わりです。カット終わったクラウドさんがこちらです。アイロンを使ってセットをしていきます。前髪だけは根元が浮いた状態でちょっと垂れ下がっているような形になってます。どちらかというとかなりシャキーンとまっすぐな髪になってますので、内巻きというよりはまっすぐに伸ばした方がいいかなと思います。もみあげは結構短いので、この時点で長さを切っておきます。スタイリング剤をつけていきます。使っているのはいつもと一緒でアルミの面のハードバームを使っています。ウィッグの時だと伸びが良くて、ある程度強くてっていうものが使いやすいので、僕はこれを使うことが多いですね。年末の忙しい時期に作っていたので、ちょっと HP がなかったので、ポーションで回復しておきます。動かしてみて長いなと思ったら、この時点でちょっと調節しておくといいかなと思います。ハードスプレーを使ってセットしていきます。クラウドに限ったことではないですが、セットをするときは下から作った方がいいかなと思います。上から作ると下が変な風に固まってしまうことが多いので、下から作っていくことをお勧めします。後ろのトップはそんなに大きな毛束を作らずに、サイドに向かって結構太めの毛束ですね。こちらをストレートで作っていきます。基本的にクラウドの髪型は異次元だし彫刻だしという感じなので、セットしてみて長かったりしたらその都度ちょっと切ったりしてあげるといいのかなと思います。ここから先は毛束を作って固めてということの繰り返しになります。昔の FF7 に比べるとリメイクされた時のクラウドの方がこのトップの一番長いところですね、この位置の毛が少し短くなったような感じですね。細かいところを整えたら完成です。はい、ということでクラウドストライフの髪型が完成いたしました。今回に関しては興味ないねっていうコメントもプラスの意味になりますので、よかったらどうぞ。ピアノも特別に弾いていただいたので概要欄に記載してありますので、そちらもぜひ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。